こんにちは、岩根です。今日の思い出話はアニメの仕事とはほとんど関係ないんですけども、最後まで聞いていただけると嬉しいです。このチャンネルではお絵描きやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っています。興味をお持ちの方はチャンネル登録をお願いします。こちらの35年前にデビューしたアニメーターの新人時代の給料、仕事、生活などを語ります。この動画でも話したんですけども、僕は大阪出身で20歳の時にアニメーターになるために上京しました。その頃の僕には東京に行ったらやってみたいって思うことが3つあったんです。1つ目は六本木の喫茶アマンドでコーヒーを飲むこと。当時おしゃれな若者はここでデートの待ち合わせをしているらしいっていう風に話には聞いていたので、デートはともかくコーヒーくらいは飲んでみたいと思っていました。2つ目は24時間テレビの時に武道館に寄付を持って行って、あわよくばテレビに映り込んで、それをきっかけに芸能人になりたい。そして3つ目、アメリカ横断ウルトラクイズに出場して、それをきっかけにという若者だったんですね。今回はそんな僕がアメリカ横断ウルトラクイズに出場した時のお話です。昔の話なので記憶違いや都合のいい思い込みがあるかもしれないことをご了承ください。1989年8月13日、祝ってくれる人もいない誕生日でしたが、僕は意気揚々と予選会場である東京ドームに乗り込みました。関西では甲子園球場に、上京してからは神宮球場には行ったことがあったんですが、東京ドームは初めてです。あらかじめ球場外に掲示されていた1問目の答えが丸と思うか×と思うかで、一塁側か三塁側に分かれて入場します。球場外は各大学のクイズ研究会をはじめとする参加者でいっぱいです。どんな問題だったかはちょっと忘れてしまったんですけども、写真を見る限りどうやら丸の三塁側へ行ったようです。私についてきなさいと書いてある大きな上りを背負っている自信満々な人を見ると思わずついていきたくなるんですけども、一応自分で答えを考えました。ついていったのかもしれないです。入り口を通った途端、周りから圧というか有料黒字球団ならではのオーラを全身に感じました。実際には単にドームを膨らませるために油圧されているので、それを体感しただけなんですけどね。正解発表前、丸と×の人数発表では丸の方が少なかったかと思います。少ないということは正解に違いないとこう都合よく解釈して気持ちを落ち着かせます。今と違ってネット検索などできない時代です。答えを知っている問題でなければ勘で回答するしかありません。はっきり言ってただの当てずっぽうだったんですけども、幸いにも正解していました。当たってしまえばこちらのもんです。2問目以降のために正解者はグラウンドにおります。客席からこちらを見ている大勢の不正解者を見渡して、今確かに違うステージに立っているという実感がありました。2択を1問正解しただけでこのありさま、それまでいかに劣等感に苛まれた人生を送ってきたかがわかります。その後出される問題もほとんどわかりませんでしたが、第一印象が丸だったから裏を書いて×、そうと見せかけてここは素直に丸とかやっていると、その時だけはクイズの神が降臨してきてくれたのか、最終の100人に残ることができました。もう一度言います。最終の100人まで残ったということは、芸能界デビューが約束されたと言っても過言ではありません。それは冗談としても、成田空港まで行けることは決定しました。勝ち残った100人は番組スタッフに連れられて会議室へ移動。福留さんが注意事項を説明してくださったんですが、とてもニューヨークへ行きたいかと絶叫してる人とは思えない低いトーンで、こんなん僕が知ってるトメさんじゃないとか思いました。行くとなったらパスポートもさることながら仕事の調整が問題です。今みたいに決まった仕事があまりなくて、いろんなところから細かい仕事を受けている状態だったので、翌日早速社長のところに行って、9月に
アメリカ横断ウルトラクイズに参加するんで、最大数週間仕事ができなくなるかもしれません。というか残り続けるので仕事できません。僕の融資をお茶の間にお届けしますとこういうふうに宣言して、とりあえず新規の仕事を断りました。そんなうまくいくわけがないっていうふうに思われるんでしょうが、ここら辺は夢見る乙女のような感じです。どれぐらい夢見がちかというと、年末ジャンボ宝くじを買った時点でアニメの企画書を書き始めたくらいです。そうして休みを確保して海外旅行の準備をすべて整えて、収録の前日に成田空港に行きました。成田までの交通費は各自持ちだったと思うんですが、そこから先はすべて先方持ちということで、英気を養うためにぐっすりと寝られたら問題なかったんですけどね。そもそも自分の家以外だと寝られない体質な上に、明日から始まるスター街道を想像するだけでもう血走ってしまってダメです。成田に集結した100人、2人1組で、じゃんけんをして、勝った方だけがアメリカ行きの飛行機に乗れて、負けた方はそのままお見送りというシステムです。頭の中に湧き上がる負けてそのまま帰宅っていうパターンを2分の1で勝てる、持ってる僕が負けるはずがないやろっていう根拠のない自信で打ち消そうとあがいていると、出発前の浅田さんの言葉、グーで勝負というのを思い出しました。確かに聞いたことがあります。人は勝ちたいと思うとチョキを出す確率が高いと。眠れぬ時間を潰すために布団の中で華麗にグーを繰り出して、そのまま勝利のガッツポーズっていう練習を繰り返して朝を迎えました。獲物を狙うエリマキトカゲみたいな目で向かったじゃんけん会場。大きな窓の外にはこの後僕が登場する飛行機が見えます。周りには僕の踏み台になってしまう他99人。テレビ用のオープニング的なやり取りを渡辺正行さんや福留さんが一通り終えてから順番にじゃんけんをしていく手順です。先に3勝で勝ち抜けっていうルールだったと思います。いよいよ僕の番。先輩の言葉をかみしめながらひたすらグーだけを繰り出して2勝2敗。そこから引き分けが2回続いて心の迷いが出てしまいました。このままグーでいいのか。向こうはすでに僕がグーしか出してないことに気づいているかもしれない。だったら裏をかいてチョキか。いや、そのまま次もグーを出してくるかもしれない。だったらパーか。迷いますよね、普通は。迷いまくると思います。でもそんな心の弱さが僕にパーを出させてしまい、僕の芸能界進出の夢は閉ざされました。あそこで心を強く持ってグーを出し続けるか、または何も考えずにグーを出し続けられたら人生も変わっていたかもしれないでしょう。というか相手がすごいですよね。グーしか出してこない相手に対してチョキを出すってなかなかできないですよ。その後のことは実はよく覚えてないんですが、放心状態のまま展望デッキで飛行機を見送って、僕のアメリカ横断ウルトラクイズは終わってしまいました。いや、終わってないぞ。単価切って会社を後にしてこのかっこ悪い報告どうする。むしろ2週間ぐらい行ったことにして雲隠れするかと葛藤しましたが、もちろんそんなわけにもいかず、翌日出社して社長に報告しました。すいません社長、仕事ありますかと塩らしく言うと、どうせこうなると思ってたから取ってあるよっていうふうに言われました。多分僕用に取ってあったというわけではなく、よくある担当者が決まってない宙に浮いた仕事だったっていうだけのことだとは思いますが、ありがとうございますと心の隙間を埋めるようにその仕事をやらせてもらいました。いいんだ、芸能界じゃなくってアニメ界で生きていくんだと決意した瞬間です。後日放送されたウルトラクイズ、もし僕とじゃんけんで戦った人が勝ち残っていれば、そのじゃんけんシーンもたとえ相手目線の編集でも放送されたんじゃないかなと思うんですけども、残念ながら相手も早い段階での脱落組らしく、自分で見てもあれが僕かなっていうレベルの映り方しかしていなかったので、気分的には往復ビンタみたいな思い出です。今回全くアニメにも絵にも関係ないお話でしたが、
次回はもっと実のあるお話をさせていただきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。